皆さんこんにちは。こちらはポークオーディオモニター XT20 です。発売は2021年。現在の定価は35,000円です。ポークオーディオは安くて高音質を目指して製品を作るメーカーです。このスピーカーの実売価格は3万円を切っています。今回はこのスピーカーの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。16センチのバスレフ型です。テレリンというのはポリエステル系合成繊維の名前です。クロスオーバー周波数が高めです。16センチならこの半分くらいでつながないと指向性に不連続ができる場合があります。前回はこのスピーカーを分解して作りを観察しました。合計16センチとありますが実質14センチです。低音には不利ですが指向性には有利です。今回はこのスピーカーを測定して性能を明らかにします。それでは測定結果を見ていきます。まずは正面の周波数特性です。恐ろしくフラットな特性です。左右の個体差もほぼゼロです。低音は 60Hz から出ています。これと似たスピーカーが過去にありました。B&W705 シグネチャーです。左はポークオーディオ、右は B&W です。この2つはほとんど同じ音です。細かく見るとポークオーディオの方が優秀です。どちらも音の基準に使える性能です。指向性を見ていきます。ほとんど無指向性の B&W と違って適度な指向性があります。良好な音像定位が期待できます。指向性の不連続はほとんどありません。これはウーファーの口径が実質14センチだったことと、ツイーターの周りにあるショートホーンのおかげでしょう。こちらはシステムのインピダンス特性です。どちらもバスレフがよく効いています。バスレフの性能は705と同等です。歪みを見ていきましょう。どちらも 16W まで低歪みで再生できます。ほとんど同等の性能です。50Hz 以下の歪みはポークオーディオの方が優秀です。データだけ見るとこのモデルは705シグネチャーと同等以上の性能です。このスピーカーの音を聞いてみましょう。今回は2回に分けてお聞きいただきます。最初は原音と空気録音の比較です。1番は原音です。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番はこのスピーカーの空気録音です。音の違いは周波数特性と歪みの違いでした。このスピーカーの周波数特性はフラットでしたから、原音とほとんど同じに聞こえるはずです。果たしてその通りでしょうか。それではどうぞ。
いピアノにもたれてうたた寝してる。まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。今度は B&W705 シグネチャーと比較します。705シグネチャーはハイグレードの素材を贅沢に使ったスピーカーです。B&W 独自のテクノロジーで構成されています。ポークオーディオの XT20 はチープな素材を使って安く作られたスピーカーです。作りにこれといった特徴はありません。ウーファーは鉄板プレスに紙のコーンです。エンクロージャーの中身はスカスカです。物の作りが全然違いますが、周波数特性がほとんど同じでしたから、データ上はほぼ同じ音です。人間の耳はデータに現れない音を感じ取れるのか、素材や作りが音に関係するのか、今回は答えを伏せてお聞きいただきます。それではどうぞ。古いピアノにもたれてうたた寝してる。まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。いかがでしたでしょう。どれがポークオーディオで B&W だったか分かった方は結果をコメント欄でお聞かせください。
見事な音質のスピーカーです。音を出した瞬間にその良さが感じられます。周波数特性がフラットなので、あらゆる楽器が最もそれらしい音で鳴ります。歪みも十分小さくて大音量で再生できます。この性能は B&W705 シグネチャーと同等以上です。今回の比較から高価なスピーカーに見られる贅沢な作りのほとんどが音に関係しないことが分かりました。では高価なスピーカーに価値がないかというとそうではありません。オーディオ製品には音の価値と物の価値の両面があります。B&W には物の価値があります。これに関してはポークの10倍以上の差があります。705シグネチャーは音の価値と物の価値の両方を備えた商品です。音の価値だけでいい人はポークオーディオで十分です。音の価値と物の価値を分けて評価できれば高価な買い物をして後悔することはありません。ご視聴ありがとうございました。